はい、皆さんこんにちは。今回はジャパンカップ用マシン、提灯作りました。これね、前からね、気になっていたんですよ。このタイプの提灯。簡単に作れるということもあって、結構使ってる人も多いですよね。この感じの提灯。ということで、僕もね、初めて作ってみました。多分ね、30分もあればできるんじゃないですかね。取り外すと、これですよね。もうね、これでね、何使ったかわかるぐらいなんですが、ご紹介していきたいと思います。まずは前後に分解しました。前の部分と後ろ側の部分。まずはこっちからご紹介していきたいと思います。提灯の前側の部分。使ったのはリアマルチ。これをこんな感じでカットしているんですけれども、これはもうタイヤが逃げるところを切り落とすだけですね。なので、ここの部分、こういう風に出てるんですが、ここの部分を切り取ります。ここですね。で、反対側もここの部分。ちょうどリアマルチの1、2番目の穴ぐらい。ここぐらいでこうカットしていけば、大丈夫なんですが、なんとなくね、デザイン的にここをね、ピロッとね、残してみました。ここ U の字にね、カットしてあるのは、今回強化ギアカバーを使っているので、ちょうどね、ロックナットが当たってしまうところを逃がすように加工してあります。それ以外は、この提灯のね、可動域を決める接続の部分。ここは、今回、このつば付きの真鍮を軸に入れて、なるべくカーボンが摩耗しないようにしたので、このつば付きの真鍮、だいたいね、3ミリないぐらい、2.9 ミリぐらいなので、このリアマルチの一番前の部分っていうんですかね、この部分の穴を3ミリに拡張しました。そして可動方向、今回で言うと前に動く時の可動ですよね。この可動域を広げるのに、この方向で座繰りました。だいたいね、何度ぐらいだ ?45 度ないぐらい。この辺はね、どれぐらい提灯を開かしたいのかによって変えていただければなと思います。あとは、微妙にね、ここなんですけれども、ここを削り落としてあります。これは、ちょうどギアカバー、こことこのギアカバーを取り付けるときに出てくる爪の部分、これがね、当たってしまうので、ここを逃がすように、ここをぐーっと削り落としました。もうね、加工はこれだけです。この真ん中に立っているビスはボディをね、取り付けるときに使おうかなと思っています。次は、後ろ側のパーツですね。これは、もう、ほぼほぼ残ってるんで、わかりやすいと思うんですが、リアカーボンワイドステー。こちらを、こんな感じでね、カットしています。提灯を垂らす穴がここの穴なので、ここの穴を残して、今回はね、斜めにこんな感じでカットしました。この辺はね、この穴が残っていればどんな形でも大丈夫だと思うので、ご自身のマシンに合わせてカットしていただければなと思います。あとはこれをね、そのまんま取り付けようとすると、今回ね、バッテリーホルダーもそのまんま使うので、ここがね、当たってしまうので、当たらないようにカットしました。で、ここ、ビスが入っているのは、ボディを取り付けるためですね。この2つのプレートがもうできたら、あとはね、取り付けるだけ。今回はね、こんな感じで重ね合わせています。前側のプレートが下側に来るように。なので、こっち側のプレートはサラビス加工を
取り付けのとこしてあります。サラビスを入れて、あとはロックナットで固定して完成ですね。はい、こんな感じになります。これでね、もうここのガタっていうのもなくて、結構ね頑丈なんですよね。この辺とかね割れるんじゃないのかなって思ったんですが、まあなんかね意外にカットしてみると大丈夫そうです。でこれをマシンの方に取り付けていくんですけれども、取り付けの部分は先ほども言ったつば付きのこの真鍮、ローラーとかにね使う真鍮ですね。このパイプを入れて、まあ完成ですよね。これでね高さもいい感じになりました。今回のジャパンカップ2レーンのレンチェンジがあるので、あれの対策のためにちょっとねこう角みたいなのをね取り付けるかなと思ったので、長めのこのロックナットでとりあえずねこっちは固定して、こっちはねなんとなくもうゴム管でいいかなっていうのでゴム管で、これで取り付けも完成です。で今回マスダンパーとりあえずこのシリンダータイプのものを取り付けています。キャップスクリューの長いやつはねこのネジがね切ってないところも長くなっているのでスムーズにね動くので、キャップスクリューの長い方を使って現状シリンダーのタイプのマスダンパーを取り付けています。もうねこの際ねシルバー買おうかなと思って調べたらあんまり売ってないんですよね。もう前はね言うても2000円ちょっととか3000円いかないぐらいでまだ売っていたんですが、今ねネット上だとちょっと探してみたんですが見つからなかった、僕が探した時は。ということもあって、まあ真鍮でもね最悪いいかなって思うんですが、なるべくねやっぱりシルバーか黒にしたい。その方がねかっこいいんで、このね真鍮に合わせてねマシン作りしていればまた別なんですけれども、この辺のねマスダンパーもどうにかしたいなと思っています。はい、ということで今回はいろんなところで簡単に作れる提灯っていうのでご紹介されていたものを僕も実際に作ってみました。本当にね簡単でした。もうね干渉するとこさえ切り取ってしまえば取り付けができる。本当ねそんな感じで、これより簡単に作れる提灯ってないかもしんないですね。あったとしてもこのねフィット感とか横のねこのガタのなさとかこの辺までねこの簡単さでできるっていうのは少ないと思います。それでこのマシンちょくちょくねカスタムの方は進んだと言ってもね、タイヤの方をねようやく作りました。 22.9 ミリ 22.8 ミリにしようかなと思ったんですが、ちょっとコンマ1大きく作っておきました。ホイールはねこれ、いや、かっこいいですよね。このホイールね、普通にかっこいいなと思っていたんですよ。ちょっとね、キャップはめてみるのもありかなと思ったんですが、まああんまりね、足回りね、重くするのも良くないかなと思って、とりあえずね、このまんま使っていきたいと思います。シャフトがね、だいぶ飛び出ているので、この辺もね、ゴム管で保護しなきゃなと